どうも、島田秀平です。こちら、島田秀平のお階段巡り、不思議な話、ね、怖い話、ね、中心にたくさん話させていただいてるんですけども、やっぱりね、霊感がない方とかね、ちょっとこう、なかなか本当とかわからないよって方いらっしゃいますよね。ただ、霊感がないという方でも、いやおうなしに見えてしまうものってありますよね。これ、心霊写真です。今日はですね、僕がたくさん持ってる中からですね、ちょっといくつか、心霊写真、今日は紹介させていただきたいと思います。はい。まず1枚目なんですけども、よくね、皆さん心霊写真でね、オーブが映ったっていう話されますよね、オーブ。これね、一つ覚えておいていただきたいのが、オーブと言いますと、火の玉のような、こうね、ちょっとこう発光体のようなものですよね。これね、大体こういう、大体こういうろうそくのような色をしているというね、こと多いんですけども、この色に注目していただきたいんですね。この色が赤い色をしていると霊が起こっているなんて言われていまして、赤いオーブは要注意と言われているんですね。で、さらに、これよりも危険なオーブがありまして、オーブ、ただの光の玉ではなくって、顔のように見えるとか、何かこう人間のように見えるなんていう形になってしまっているオーブはさらに危険と言われているんです。これですね、僕の知り合いのスタッフさんがですね、東北の方なんですけども、ロケバス、ね、自分でこう、ワゴン車を使っていたんですが、タイヤがね、どんどんこう古くなってしまった。タイヤ買い替えようと思って、あるこう、ね、タイヤをたくさん売ってるお店に行ったんですね。で、最初ね、新品買おうと思ってたんですけども、あれ中古のタイヤで、めちゃめちゃ安いタイヤがあったんです。でもね、見た目的にはね、もう新品に変わりない。すごい新しいタイヤじゃん。で、中古になってる。で、値段がね、明らかに低いんですって。これめっけもんだ、ラッキーと思って、そのタイヤに履き替えて、記念に1枚パシャと撮った時の写真なんです。この写真ご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい。もうわかりますよね。左前輪のタイヤのところに、赤い発光体のようなものが映っていますが、これよく見ると顔に見えますよね。さっき言いました。色が赤い、さらに顔のように見えるオーブ。これは一番危険とされるオーブです。これね、実は後ほどこの写真が撮れたことで、そのお店に確認をしたそうなんですが、このタイヤというのは事故車。事故車に、ついていたタイヤなので、かなり安い値段で売られていたということだったそうです。その話を聞いて、このタイヤすぐに履き替えたそうです。皆さんもですね、ぜひ心霊写真、オーブ写ることありますが、その時は色、そして形、よく注目していただきたいと思います。さあ、続いてなんですけどもね、これは以前やっていた深夜番組、女性タレントがね、たくさんこう出るという、ちょっとお色系の番組が深夜あったんですけども、その番組でね、打ち上げがあったんですよ。収録後に。その時に六本木にあるね、もう高層ビルのある一室を貸し切って、かなりね、バブリーな打ち上げだったらしいんですね。で、最後に、その全員で記念写真撮りましょうか、と言った時のお写真なんですが、こちらです。ね、たくさんのこう女性が写ってますけどもね、華やかな写真ですよね。これね、おかしなものが写っているのが皆さんお分かりでしょうか？はい。これね、よーく見ていきますと、左奥。左側の奥、はい、注目していただきたいんです。こちらです。はい。窓がありますよね。窓の外から中を覗いている人の顔が写っているんです。これ実はね、なぜこの写真が分かったかと言いますと、実はね、その一番近くで見られている女性いますよね。この方、この翌日からね、謎の体調不良になってしまったんです。で、みんな言ったわけですよ。あんな元気だったのにどうしたんだろう？おかしい。何が原因なんだろうと思った時に写真を見てみんなが分かった。この写真が原因だったんじゃないか。さらに、マネージャーさんの話によりますと、この写っている顔。知ってますこの顔。何かっていうと、
この女性のイベントによく顔を出すファンの方の顔にそっくりなんだそうです。もしかするとこの写真、そのファンの方も気づかないうちに生き量を飛ばしてしまっていて、それが映り込んでしまった。そしてそれが、その女性の体調を崩してしまったのかもしれないというお写真です。写ってますね。左側。窓の外。こちら最初も言いました。高層のビルです。こんな外から人が中を覗けるわけがないんです。やはり、不思議な写真と言わざるを得ないのかなという感じがします。さあ、続いてなんですけどもね。まあね、ここでよくその心霊スポットの話よくしますけども、これね、ぜひ皆さん覚えておいていただきたい。心霊スポットで絶対にやってはいけないことがあるんです。これ何かっていうと、心霊スポットに行ってふざけること、霊を茶化すこと。まあ当たり前ですよね。霊だってね、そこに住んでる住人です。そこに行って面白半分にね、茶化したらそれはもう霊だって起こりますよね。これね、絶対にやってはいけない。やっぱりこう、行かないのが一番いいんですけども、もし行くんだったらやっぱりこう敬意を払う。ね、お邪魔しますという、気持ち絶対大事なんですね。やっぱり何があってもこうふざけるとか、茶化すって良くないんですね。で、これね、実は東京の檜原村、かなりね、東京の奥地なんですけども、大自然が囲まれてる。この鹿野戸岩、神の戸の岩と書いて、鹿野戸岩というね、パワースポットがあるんですよ。これもう自然豊かでね、素晴らしい場所なんですけども、その鹿野戸岩の奥に古いトンネルがあるんですね。ここ地元で有名な心霊スポットなんです。実は僕の後輩、オキシジェンというね、お笑いコンビがいるんですが、そのね、三好くん、僕の三好くんの方がですね、ここに行ったんですよ。で、三好くんね、その幽霊とか全然信じてないんで、そこに行って、うわーい俺は全然信じてないよ結構茶化しちゃったんです。ふざけちゃったんです。その時の写真なんですが、やはりおかしなことになってしまいました。その写真がこちらです。はい、この写真。ね、もう皆さんお分かりですよね。鹿野戸岩の奥にある、心霊スポットのトンネルの入り口でわーっと撮った写真なんですが、顔がぐちゃぐちゃに映ってしまってるんですね。なんでしょう。顔の上にひょっとこのような顔が張り付いている。で、よく見ると手なんかもちょっとおかしな映り方してるんですよね。で、こちら霊媒師さんに見ていただいたところ、この三好くんの顔に張り付いている霊は、僕らはね、1体しか見えませんが、何体も、3体、4体も顔が張り付いてしまっているという、非常に危険な写真だという鑑定でした。はい。もしかしたらそこにいる霊たちが起こってしまったのかわかりませんが、ぜひ皆さんね、心霊スポットに行ってふざけたり、茶化したり、これはね、やめていただきたいと思います。さあ、最後はですね、ちょっとこう、変わり種というか、例ではないんですけども、不思議な飛行体が写ってしまったというお写真です。これはね、僕の本当仲のいいね、知り合いの方が実際に撮って僕にね、くれた写真なんですけども、見たとき、もう大声出しちゃいました。度肝抜かれました。こんなものが写っちゃったのかと。これ言っときますよ。本当に一切加工ないですからね。はい。本当にただ撮れた写真なので見ていただきたいと思います。言ってしまうと、UFO かもしれないというお写真なんですが、これね、UFO あるあるで、UFO ってもうね、すごく強力な電磁体、すごくいろんなエネルギーを発してるらしいんですよね。なので、UFO が出現すると、その下にあるね、電気施設がショートしてしまうとか、その下のね、家なんかが停電してしまう。電気系統に不具合を出すっていうこと結構あるあるなんですよ。で、皆さん2016年の10月覚えてますかね？関東でね、大きな停電がありました。これね、調べていくと、埼玉県の新座市のある電気施設の、ケーブルが老朽化に伴ってショートしてしまった。これが原因だと言われてるんですね。埼玉県新座市の電気施設の故障だった。それが原因と言われてるんですが、実はこの日ね、埼玉県で謎の飛行体たくさん目撃されてるんですね。この写真はですね、その埼玉にあります大宮駅の上空を何気なく僕の友人が撮影したという写真なんですが、まずこちらご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい。何か月の横に不思議な光が見えますよね。続いてこちらです。はい。移動してるんですよね。動いてるんですよね。
なんだろうな、これ。なんかちょっと光の点が映っちゃったのかなと思ってたんですが、この写真、ちょっとね、アップにしてみたいと思います。ご覧ください。どうぞ。完全に UFO の形してませんか、これ。こちらも。ね、もうなんかちょっとベタだなっていうぐらい、もう本当に UFO の形になってますよね。さらにアップにした写真がこちらです。僕も最初見た時には、嘘でしょってもう言ってしまったんですが、もちろんその方、何の加工もしてません。ただただ上空を撮った写真。で、アップにしたらこんな形をしていたんですね。はい。もしかすると、あの日の停電、この UFO が原因だったのかもしれません。ぜひ皆さんもね、不思議なものが撮れた時には、ぜひね、僕にも見せていただきたいなと思います。今日は不思議な写真たくさん紹介させていただきました。